第二次世界大戦の終結は世界の秩序を大きく変えることになりました。特にアジア地域では広大な領域を軍事支配していた日本が敗北し撤退した結果、かつてこの地を支配していたイギリス、フランス、オランダなどのいわゆる宗主国と呼ばれる国々が戻ってきます。しかし、それらの宗主国も第二次世界大戦で疲弊していたため、以前のように完全な支配を回復することはできませんでした。こうしてアジア諸国を中心に自分たちの国のことは自分たちで決めようという民族独立運動が高まり、世界中で脱植民地化の動きが活発化していったのです。そんなアジアの中でも最初に注目を集めたのは日本が支配していた満州でした。第二次世界大戦の終盤、ソ連は極東における安全保障を確立したいと考えて満州に進軍し、日本軍を撃破してそこを占領しました。こうしてソ連は満州を掌握することで自国の防衛を強化し、極東における影響力を拡大しようとしたのです。これに大きく関わってくるのが中国でした。そもそも中国では蒋介石が率いる国民政府と毛沢東が率いる中国共産党の間で激しい内戦が続いていました。そこに日本が攻めてきたため、両者は日本の侵略に抵抗するという大義名分のもと、一時的に対立を棚上げし、協力して日本の支配に対抗していたのです。しかし日本が敗北したことで、その大義名分が失われ、両者は再び対立するようになっていきます。こうして戦後の中国では国民党と共産党が主導権をめぐって激しく争うことになったのです。とはいえ、この時国際的に認められていたのは国民政府でした。国民政府はソ連が満州に進軍したことを受け、対応を迫られます。ところがソ連は参戦する前にアメリカやイギリスとの間で満州における利権を獲得することを約束されていました。これは蒋介石のいないところで交わされた約束であったため、国民政府としてはそう簡単に受け入れられるものではありませんでした。しかし蒋介石はソ連軍と中国共産党が結びつくのは何としても避けなければならないと考えていたため、国民政府をソ連に承認してもらうには一定の譲歩が必要だと判断します。よって蒋介石はソ連の求める満州における利権を認める代わりに、国民政府を中国の正当な政府として承認してもらうことにしました。こうして中国とソ連の間で中ソ友好同盟条約が締結されます。その結果、ソ連は国民政府との関係を重視し、中国共産党に対しては国民党と協調するようにと圧力をかけるようになっていったのです。さて、このようにソ連はアジアの情勢に深く関わっていくことになりましたが、アメリカもまたアジアに積極的に関与していきました。そもそもアメリカは東アジアにおいて強大な力を持つようになった日本を警戒し、再びアメリカや世界にとって脅威とならないようにする、徹底した非軍事化と民主化によって弱体化させると考えていました。その一方でアメリカは日本に代わるアジアのリーダーとして蒋介石の国民政府に期待しており、アジアの警察官の役割を担ってほしいと考えていたのです。そのためアメリカは国民政府を同盟国として認め、その強化を進めていくことを考えていました。このことからもわかる通り、アメリカとソ連は国民政府を支持する、日本を弱体化させるという点において利害が一致していました。そのような大国の思惑も背景に、中華民国は国連の安全保障理事会で常任理事国に名を連ねるなど、国際的地位を大きく高めることになったのです。そして中国国内の人々は平和な日々を取り戻し、社会経済の繁栄を期待するようになっていきました。長らく日本に統治されていた台湾にとっても、終戦は植民地支配からの解放でした。日本軍が去った後、台湾にやってきたのは国民政府の軍勢で、彼らはたくさんの市民の喜びの声とともに迎えられます。こうして国民政府は台湾の統治を開始し、対岸の福建省の行政責任者を務めた経験のある陳儀を初代の台湾省行政長官に任命しました。しかし、ここから始まった国民政府の統治は、台湾の人々の期待を大きく裏切るものでした。役人の多くは大陸出身者で固められ、台湾の人々は政治から排除されたのです。それどころか食料不足も深刻化し、国民政府に対する不満は急速に高まっていきました。
一方、東南アジアのインドネシアとベトナムでは、世界の中でもいち早く独立の動きが進展していました。この2つの地域では、日本の撤退によって生じた権力の空白をチャンスと捉え、インドネシアではスカルノが、ベトナムではホーチミンが独立を宣言したのです。しかし、旧宗主国であるオランダとフランスは、この独立を認めませんでした。両国は第二次世界大戦から立ち直ると、軍勢を派遣して植民地の回復を目指すようになります。こうしてインドネシアとベトナムは独立戦争へと突入しました。当初、オランダとフランスは原住民の反乱など一撃で粉砕できると考えていましたが、実際には国際情勢は大きく変化しており、そううまくいかないことに気づかされます。独立宣言を経て成立したインドネシアとベトナムの人々は、すでに国民としての意識を持つようになっており、強力な抵抗を続けていったのです。オランダによるインドネシアの再植民地化は、国際世論の強い反発を招き、国際連合も介入しました。オランダは、インドネシアは独立した主権国家とは言えない。これは国内問題であり、我々の行動は警察行動に過ぎないと主張しましたが、アメリカはとにかく戦闘行為を停止させるべきだと主張して、安全保障理事会において停戦決議が採択されます。これによりオランダは軍事活動を停止、国連の監視の下でオランダ軍は撤退しました。こうしてインドネシアは独立を達成することになったのです。一方、ベトナムにおいてアメリカは少し微妙な対応をとっています。フランスの考えている再植民地化に賛成してはいませんでしたが、フランスと対立してまでホーチミンら共産主義勢力を支援する考えも持っていなかったのです。そのためベトナムはインドネシアとは異なり、国際社会からの十分な支援を得ることはできませんでした。それでもベトナムはフランスの短期決戦戦略に果敢に抵抗し、戦いを長期戦に持ち込むことに成功します。これに困ったフランスは、ベトナム王朝最後の皇帝バオダイを担ぎ出してベトナム国を成立させました。こうすることによってインドシナ戦争を植民地支配者と独立勢力の戦いではなく、共産主義者とナショナリストの戦いという構図に変え、国際社会の理解を得ようとしたのです。長らく日本に統治されていた朝鮮にとっても、日本の敗戦は解放でした。しかしその解放は朝鮮民族の独立運動によって勝ち取られたものではなく、日本の敗北によって突然もたらされたものでした。そのため解放後の朝鮮を誰がどのように率いるのかという問題が発生します。最初に動いたのは左派民族主義者のヨ・ウニョンでした。彼は朝鮮は独立すべきだと呼びかけ、様々な政治勢力を結集して建国準備委員会を設立します。そしてこの建国準備委員会によって朝鮮人民共和国の建国が宣言されたのです。ところがアメリカとソ連は朝鮮に成立した新国家を承認しませんでした。朝鮮における解放はアメリカやソ連にもたらされた側面が強く、独立運動家たちの声は無視されたのです。ソ連軍が朝鮮北部に上陸し進撃している頃、アメリカ軍はまだ沖縄にいて、兵の派遣はすぐにできる状態ではありませんでした。そのためアメリカはこのままではソ連に朝鮮全土を掌握されてしまうと心配し、ソ連に対して北緯38度線より北側はソ連軍、南側はアメリカ軍が占領しようと提案しました。ソ連はこの提案を受け入れ、朝鮮は両国の軍によって分割統治されるようになったのです。